リームうち結構種類があって、全部で14種類ぐらい常備してるんですけど、クランチとかクッキーとか、いろんなもの入れてて、それの中の一つのパーツです。今日は抹茶のアイスクリームに入っているブラッククッキーっていうのを仕込んでて、端的に言うとなんかオレオの外側のクッキーを手作りしてるって感じです。そのままだとなんかあんまり面白くなくて、アイスクリームに味が負けちゃうので、少し塩味効かして、でさらにオレオの黒さってブラックココアっていうんですけど、それを少しこう強くして風味を上げてやります。これは何が？これは塩です。塩は結構しっかり入れます。ブラックココアっていうんですけど。ブラックココア、さっき言ってた。ココアとはちょっと一緒なんですけど、匂いはしっかりオレオです。これまでは、ホテルで働いたり、お菓子屋さんとかで働いてたりとかして、あと結婚式場とか、いろんなお菓子ジャンルあると思うんですよ。チョコレートとか、焼き菓子とか、ケーキとか。そういうのやっていくうちにアイスクリームもその一つのカテゴリーがあって、やっていくうちにアイスクリームってすごいいいな、可能性とか魅力とか。食感のいいバターの水分を吸ってもっとこう黒くなる。このポロポロさすのが結構ポイントで、直接食べるには硬いレシピなんですよ。こうアイスクリームとかに入れるとこう馴染んでちょうどよくなるという。アイスの勉強ってどうやってされたんですか？アイスは、僕その専門学校とかも行ってないんで、その最初に入ったところで師匠がいらっしゃっていろいろこう教えていただくっていう。なるほど。でもアイスクリームはなんかちょっと特殊なんですよ。結構細かい規定があったりとかして、アイスクリームとかラクトアイスとか種類があって、そういう類で結構あるんですよ。計算の仕方とか。普通のお菓子屋さんよりも、プラス機械が必要だったり、この両方がないとアイスクリームを作っていいよっていう許可は下りないんですよね。で今ほどなんか SNS とかもなかったんで、どうやってなるのかが本当わからなくて、それが一番最初苦労しました。だから今はもうないんですけど、お店が載っている電話帳が昔あったんですけど、そういうところに片っ端からかけて働かせてくださいみたいな。キャロットケーキ最初仕込んできます。ケーキでいうと一押しはキャロットケーキですか？そんなこともないんですけどね。なんか結構ファンの方もついてくださって、いろんな勉強して独自性出てるんじゃないかなと。うちは結構この繊維状にするのが多いですね。すりおろされる方もいらっしゃいますし、フードプロセッサーみたいな細かく刻む方もいらっしゃいますね。
ね。お客さんでアメリカの方が常連で来てくれるんですよ。繊維状にした人参の方が絶対いいよって言われて、もうそのまんまやってます。勝手にアメリカ人におかしいと思ってます。繊維状ですることによってふわっと仕上がりますね、キャロットケーキ自体も。ちょっとこれを今から蒸し炒めみたいな感じでしていきます。みりん入れてるんですよ。あんまりお砂糖とかは極力減らして、お砂糖も白砂糖は極力減らして、人参いろいろなんですけど、炒めると結構火が入って甘くなるっていう人参性質があって、人参の甘みがより際立つっていうのと、あと人参季節によって水分が結構違うんですよ。しっとりして水分量が多い時とカラカラの時とあって、そういうのが安定するのも一つありますね。スパイスは八角スターニッシュってやつ入れてるんで、ちょっと独特の匂いして。人参の持っている作用とこの米粉が持っているでんぷん、すごい相性いいなっていうのが勉強してて、あるんです。しかもこの熱いのじゃなくて、一回火入れて冷えたでんぷんってすごいいいです。これは九州の米粉です。これはアーモンドです。ナッツ系のものを入れるとよりしっとりとか、あと歯切れが良くなったりしますね。さっきの人参の八角と相性良くて。ハマっちゃって最初こんなことになるって言わなかったんですけど、でスパイス専門店のスパイス、香りがいいですね。カレー作ってるのもあんま変わらないですね。これはを作るやつは和風っぽいやつなんで、これは小豆炊いたやつなんですけど、具は多分ね結構多いと思います。でこれは中にもチーズのクリームです。
これは黒豆ときな粉のクリームです。ちょっとだけ冷やしますね。はい。バニラとホワイトチョコレートのフレーバーです。作って加熱するんですけど、はい、で1日はエイジングって言って寝かしてるんです。はい、この作業するとこう簡単に言うと美味しくなるとかまろやかになるみたいな。でこれは糖度計とかそういう温度とか衛生管理的な部分と、あとレシピを間違えてる可能性もあったりするので、そういうことがないようにチェックしてます。細かくしたチョコレートなんですけど、これを入れて食感にしていきます。これからベートでタイプのアイスクリームなので、この後の抹茶は、プラスで卵とかが入っているタイプです。これが瞬間冷却ショックフリーザーってやつです。すぐマイナス20何度とかになる。今が一番美味しい状態なので、それをこうギュッと固めてくれる感じです。粉末の抹茶とベース状の抹茶と使ってます。はい。全然粉末だけでもいいんですけど、はい、色が綺麗ですけど、これが抹茶のベースですね。アイスクリームしていく直前に抹茶入れています。一番人気の味とかあります？さっきのバニラとか、季節のものが一応5種類と、常備であるレギュラーが9種類あるんですけど、レギュラーで9種類作っちゃうと、もうあんま季節もんってみたいなみたいな。それこそキャロットケーキ味のアイスクリームを作りましたし、で今日も1個試作品作ろうと思ってて、僕和菓子好きなんで、みたらし料理と醤油ゼリーとか乾燥してます。なんかね、それだけ気をつけてますね。自分ヨガにならないようにだけ。どんなフレーバー食べてみたいですかってアーケードはよく取りますね。大体あるんで、あんまりもないですけどね。アイスがきな粉です。で、そこにお餅と醤油ゼリー。これお餅です。で、テストしてて、イメージは雪見大福の周りよりも。
名前はスウェーデン語で直訳すると満足したみたいな意味なんですけど、お客さんも働く人もみんな満足していただけるっていうのがお店の店名に込めた思いなんですね。その中でもどんどん食べれない人が増えていく。原材料をシンプルに、レシピをシンプルにしてみたりとか、あと美味しさを追求したのがアイスクリームってすごくいいなと思って、大変なお仕事って思われますし、実際大変なところがたくさんあるので、そういったところをいろいろ解決できるんじゃないかなと思ってお店を立ち上げたということと、もっとそういうところを仲間を増やして解決していきたいなと思ってます。これはピスタチオのケーキです。ムース、はい、中にチェリーとか入れてて、これは、分かりづらいんですけど、チョコレートのキャロットケーキで、中にクランベリーとか入れて、人参もたっぷり入ってチョコレート生地で、今塗ってるのはガナッシュ生チョコレート。まさかのキャロットケーキでした。いや、そうなんです。これもキャロットケーキです。それはコーヒーとコーヒーのお菓子ですね。もっとキャッチーなものなんですけど、はい、思ったより大人の女性がたくさん来てくださって、あとはこう美味しいのが好きな人、あんまりうち映えるものがないんで味でいってる感じはしますね。これは、米粉で作ったクランブルチョコレートの、全部これもグルテンフリーですね。これは黒ごまのキャロットケーキです。これは柔らかチキンプレートです。自家製のピクルスです。お店はよく来られるんですか？ほぼ毎日家が近所なんで、このチキンプレートが一番好きで、はい、めちゃくちゃ美味しいです。野菜がめっちゃ美味しくて、食べてほしいみんなに。ちょっとスパイシーな感じですね。ヘルシーな感じはしますけど、健康志向の人はおすすめです。お店の雰囲気もすごくいいので、ぜひ。すごい。丸なこれは俗にフロスティングクリームっていう、ちょっとビジュアルを意識した形にしてて、胡椒のチョコレートなんですけど。胡椒。はい。ある。ちょっとオレンジの香りをつけた人参です。
キャロットケーキです。はい。これは人参のプリンですね。そうですね。なんで。人参好きのための人参パフェ。ありがとうございます。はい、味いいですよ。クジラなんですけど、はい。クジラってこう生き物としてサステナビリティなんですよ。プランクトンの食べる海もきれいになるし、死んだ後は、身は餌になって、骨は住みかになる。そのグッドサイクルを、お店でも体現したいなと。なるほど。美味しかったです。